皆さん、こんにちは。小松です。今回は、サンドブラスター導入に色々と紆余曲折したので、その一連の話を動画にしてみました。その前に、そもそもサンドブラスターって何？というところを簡単に説明したいと思います。サンドブラスターというのは、簡単に言うと、エアブラシで砂を吹くようなもんです。代表的なもので言うと、ガラスコップの生入れや錆びついた金属パーツの錆び落としなど。これ、なぜ、こんなことができるのかといえば、砂を高圧で飛ばして、物理で表面を削っています。ここまで、サンドブラストの仕組みを超簡単に説明しましたが、そもそも、それ、模型にどう使うの？というところを次に説明したいと思います。今回やりたいのは、ガレージキットの表面処理です。ガレージキット表面は、原型師様の普段の努力によって表面がテッカテカです。この状態、テッカテカなので、塗料の食いつきが非常に悪いです。このまま塗装をすると、最後にマスキングはガシで、層剥がれが発生。数日立ち直れない精神的ダメージが発生します。私の過去の動画を見ていただけるとわかりますが、その対策として、私は、電動歯ブラシとクレンザーでブラシかけを行っています。ただ、この作業、ニッパー以上重いものを持ったことがない小松にはなかなかの重労働。腕が疲れるし、クレンザーが周囲に飛び散ります。また、冬場はとにかく寒い。なので、これをサンドブラストで代用してやろうということです。これによって表面を荒らしてやれば、小松の嫌いな工程、ブラシかけなくせるじゃんということで導入を決意しました。ちなみに、サンドブラスターの構成は、簡単に書くとこんな感じ。今回買ったり作ったりするのは、赤枠で囲っている砂が外に出ないように覆う。キャビネットとブラストガンについてやっていきたいと思いますよ。ということで、早速ですが、いきなりキャビネット到着。オーソドックスな形状で、一番小さいやつを選んでみました。ブラストガンも同梱されていてしっかりしてそうな雰囲気だったので購入。キャビネットを開けると、ブラストガンや砂で手をやられないように、厚手の手袋が入っています。早速セッティングをしていきたいと思います。かなり高圧を想定しているのか、やたらと手袋が分厚かったり、ホースがごつい。嫌な予感しかしませんが、このキャビネットを使っていく。砂は付属していないので、別で購入してきました。砂を底に入れ、ホースで吸引しながら砂を飛ばすキャビネット構造になっています。砂を入れ終わったので、早速試してみましょう。めちゃめちゃ手袋が硬く、ガンの取り回しも、ホースがすごく硬いので相当悪いですね。大物部品用であればいいのでしょうが、瓦礫パーツに、この鈍重さは厳しい。かなり無理やり動かしてなんとか使えるレベル。これはダメでした。まずは、一発目、失敗ということで。そこで、ネット情報を参考にしつつ、キャビネットを自作してみることにします。5なんで、1000円くらいのキャビネットを買ってきました。それほど出力を高くする予定はないので、きっとこれでいけるはず。横にすると、少しだけ奥に傾くので使いやすいかも。ということで、蓋に手穴などを設けていこうと思います。さらに購入してきたのが植木鉢2つ。これは手穴に加工します。ブラスター作業時に手をガードするための手袋。普通の水回りに使う柔らかいやつ。砂が漏れ出ないように蓋を目止めするシリコンシーラー。これらを使って自作キャビネットを作っていきたいと思います。キャビネットと蓋の環合部にシーラーを持っていきます。見た目にかっこよくならんかな、と思って黒を選びましたが、あまり綺麗な感じになりませんでしたね。素直に半透明にでもすればよかったです。盛り付けたシーラーはスパチュラで平滑にします。
シーラーを盛り付けたら、さらに強固な目止めのためスポンジを貼って隙間を埋めます。全周に目止め処理を施したら組み合わせます。引き続き、キャビネットの後ろ側に集塵器をつなげるパイプ穴を開けます。ここに塩ビ配管を通して集塵器につながる経路ができました。サンドブラスター動作時には、ここに集塵器がつながっているパイプを取り付け、舞っている砂を吸引します。次は、手穴の製作に進みます。できるだけ直線にカットして、作業時に腕に当たらないよう、マスキングテープで当たりを取ってまっすぐ切ります。ここに手袋を通します。ちょっとギリギリでしたが入らないことはない。キャビネットに穴を開けます。面倒なので現物合わせ。超音波カッターでカットしていきます。今回超音波カッター大活躍でしたが、使い慣れてくると、もうちょっと出力欲しいなとなりますね。業務用は桁が上がってしまうのでハードルが高いのだけど、この穴にカットした植木鉢を差し込み、作業時に外れてしまわないよう結束バンドで留めておきます。さらに接着剤を塗って目やめ。手穴の接着剤効果を待つ間に除き、窓用のアクリルをカットします。何でもいいので、余っていた台座に使ったアートボックスに入っていたアクリル板を再利用。手穴同様に超音波カッターで穴を開けていきます。補強リブのカットに少々苦戦しましたがカット完了。先ほどカットしたアクリルを当て込み、接着剤で留めます。追い接着剤で目止めは万全を期します。手穴部分の接着剤が硬化したので、手袋をかけて締結ベルトで固定します。手袋は交換を想定しているので、締結ベルトのみで固定、接着剤は使いません。作業中に外れたらシャレにならないので、できるだけ締め込んで固定します。ブラストガンですが、いわゆる一般的なガンは大きくて取り回しが微妙です。今回は
アートブラストというところのブラストガンを購入してきました。砂をボトルに入れ、吸い上げる方式のブラストガンですね。サイズが小さく、ノズル部分以外は樹脂製なので軽く、圧搾空気のパイプも細いので、取り回しはかなり楽そうです。ジョイントをつなげ、さらに購入してきたジョイントをつなげて、私のコンプレッサーとつなげるようにします。このブラストガンの配管をキャビネット横に穴を開けて通します。ここに加工した蓋を取り付ければ磁石キャビネット、出来上がりです。早速ブラストしてみます。先ほどと違い、柔らかい手袋なので手が動かしやすく、ブラストガンも軽いので、かなりハンドリングが良くなりました。塗料がこびりついた塗装持ち手も試しにブラストしてみます。一瞬とは言えませんが、割と簡単に塗膜が削れて、下地の金属が見えてきました。ものの数分でこの持ち手が、こんなに綺麗になりました。ただ問題もありまして、やはり自作したキャビネットなので、砂が少し漏れます。さらに、大は小を兼ねると思って、無計画に大型キャビネットを作ってしまい、キャビネットを常設するところが、小松の模型部屋に確保できませんでした。嘘だろお前。ボトル式は、何度も砂を入れないといけないので、めんどくさいなどが重なり、新キャビネットを購入してしまいました。それがこのキャビネット。コンパクトで、ライト付き、フットペダルでエアを出したり止めたりできる優れものです。砂を下に溜めておけて、ボトルへの砂補充など不要。まさに理想的。3度目の正直を期待して購入してしまいました。嘘だろお前。ただ、このブラストキャビネット唯一の残念ポイントが、この背面のブラストガン。完全に固定されていて背面にあるので、パーツに遮られて吹いているところが全く見えない。ここまで来たら妥協は禁止。手作りキャビネットで購入したアートブラストのブラストガンを再利用。改造することにしました。もともと付属していたフットスイッチが使いやすいので、それを残し、ブラストガン側はトリガーを押しっぱなしに改造。また、砂をボトルに詰める作業が嫌なので、キャビネット底に溜められる砂を吸引するように改造します。まずは、フットスイッチから伸びる配管とブラストガンをつなげるためのジョイントを購入。これをつなぎ合わせます。作ったジョイントをフットスイッチから伸びている配管に接続。さらに、ブラストガンから伸びる配管に接続します。微妙に邪魔。後で固定します。今回フットスイッチを押すことで砂が出るようにしたいので、ブラストガン側はトリガーを押しっぱなしにしておきます。接着しようか迷いましたが、失敗すると嫌なので、物理的に結束バンドで固定して押しっぱなし状態にしました。ボトル型から吸引タイプへの改造は、単純にボトルからの吸引パイプをキャビネット底まで伸ばして対応しました。エア用の黒いパイプが、もともとかなり長かったので、それをカット。砂の吸引口に差し込むだけで OK です。これでキャビネット改造は完成。
では使ってみたいと思います。今回試験的に試すパーツは、呉島のすくみずレイちゃん。しっかり表面処理がされていてテッカテカですね。これをブラストしてみます。ちょっと砂がこびりついて見えにくいですが、取り回しは手作りキャビネット同様、かなりいいです。ちょっとまだ黒いエアパイプが長すぎるので少し邪魔ですね。また、使いやすい長さに調整しておきます。ブラスト完了。見事に艶消しになりました。比較するとこんな感じです。電動ブラシでは漏れてしまうような奥まったところもきっちり艶消しになっています。これは楽だし確実。瓦礫製作で一番嫌な工程がなくなって思わず小松もにっこりです。